皆さんこんにちは。今回紹介する珍兵器は、フランスで1940年代に試作された軍事用ヘリコプターです。久しぶりにフランスネタやな。今回紹介するのは、その歴史の中でも初期に開発されたものになります。初期のものは特にヤバいものが多いからな。では、一体どのようなヘリコプターだったのか、一緒に見ていこうと思います。こちらです。想像以上にめちゃかっこええやん。見た目がかっこいいのはさすがフランスって感じだね。そういえば、以前紹介したフランスの爆撃機も無駄にかっこよかったな。コアンダナンバー4というフランス初期の航空機ね。では、今回紹介するヘリコプター、一体どのような経緯で作られたのでしょうか。この機体はドランド G20 と当時呼ばれていた機体でした。開発したのはレネ・ドランドという人物です。父親が固定翼機開発の先駆者で、幼い頃から航空機に強い興味があったとされています。彼はエコール・サントラルという工学・技術系のエリートを養成する国立高等教育機関を卒業。頭はかなり良さそうな感じやん。卒業後、公務員として働いたという記録があるらしいのですが、間もなく辞め、父親と同じ航空機開発の道を歩むことになります。彼は、ルイ・ブレゲーが設立したブレゲーという航空機メーカーに入社。この企業は、第一次世界大戦時に様々な航空機を開発し、海外輸出に成功した当時草分け的存在でした。1931年になると、ルイ・ブレゲーの助けを借り、ドランド・ジャイロプレーン・ラボラトワールを設立。こちらで、マルセル・ブイエームという人物と共同でヘリコプター開発を行うことになりました。そこで生まれた機体が、このドランド G20 です。1931年となると、第二次世界大戦の8年くらい前になるんか。詳しい説明は省きますが、ドランドラにより開発され、1935年に初飛行したのが、ジャイロプレーンラボラトワールという、世界初の実用型ヘリコプターです。これはすごいやん。今までの設計者とはちょっとちゃうで。そして、このドランド G20 は、彼らにしては開発した2つ目のヘリコプターということになります。ここまで来ると、もう成功しそうな感じやけどな。しかしこのヘリコプター、試作機は完成したものの、空を飛ぶ機会は一度もありませんでした。ほんまか。なぜこの機体が失敗したのか、ドランド G20 の詳しいスペックを紹介するとこうなります。まず、当初発案された機体デザインはこちらでした。待て、軸に人間入っとるやん。危なすぎや。機体の開発は1938年頃、第二次世界大戦が勃発する前年に始まりました。機体スペックは諸説あるのですが、よく知られている数値としては、全長約11メートル、全高約 3.1 メートル。2つあるローターは、上が全長 15.4 メートル、下が13メートルありました。あれ？上と下で大きさが違うん？非常に珍しいのですが、上下で異なるサイズのローターを搭載していました。これを240馬力のルノー製6904というエンジン2機で高速回転させます。3人の乗員と2つの機銃、そして爆弾もしくは爆雷を3発から4発搭載可能でした。機体重量は 1.4 トン。フル装備の状態で最大3トン。3トン。巡航速度は時速 165km、最大速度は時速 250km。最大飛行距離も 800km と主張していました。あれ、1930年代にこんな性能出せたん？無理だったとされています。そうやろな。ゆるふわ軍事チャンネル。そもそもこの機体、どのような理由で開発が始まったのか。当時、フランス海軍が沿岸防衛及び対潜水艦攻撃用として攻撃ヘリコプターの設計を彼らに依頼したことが元になっています。潜水艦攻撃用。つまり、対潜哨戒ヘリコプターとして、現在の海軍では当たり前の装備を、フランス海軍は第二次世界大戦前に運用を考えていたという意味になります。なんかすごいんかすごくないんか、ようわからんな。そんなこともあり、
1938年に本格的な開発が始まったドランド G20。しかし、依頼を受けた翌年1939年になると、ヨーロッパで第二次世界大戦がついに勃発します。ヘリコプターどうなったん？ 1940年になると、機体デザインがこちらに変更されます。乗員は2名となり、ローター上部の謎の機銃座も意味がないとして取り外されました。機体の開発と製造は1940年時点ではフランス南部、スペインとの国境に近いゲタリーという都市で行われていたとされています。そしてその年に見切りながらフランスに侵攻したドイツ軍。大規模な陸軍を誇っていたフランス軍が迎え撃つも、わずか1ヶ月で首都が陥落するという誰も想定していなかった事態が発生してしまいます。そうやったな。状況が一気に悪化したことを受けて開発が始まっていたドランド G20 は、ゲタリーからイタリアに近いフランス南東部のシャンベリーに移動されました。しかし、1942年になると、この機体がドイツ軍に発見されてしまいます。絶対絶命、最新兵器のドランド G20 じゃん。完成まで待ってあげて。秒でぶっ壊されるかと思いきや、ドイツ軍はこの機体を完全無視。それどころか、試作機が完成するまで開発を続けてもいいと言い出す始末だったそうです。あれ？拍子抜けやん。どういうこと？詳細は不明ですが、ドイツ側はこの機体が重要な兵器になるとは感じていなかったらしく、当時、正式な開発の承認も出していたそうです。あれか、もしかしたら完成した後に接収するみたいな感じか。場合によっては、その可能性もあったと考えられます。その後、戦争の混乱もあり、資材も資金も足らない状況で、細々と開発を続け、終戦を迎えます。戦中は開発がストップした時期もあり、ようやく飛行できるレベルにまで完成したのは1947年でした。戦後やん。ドランド G20 は、依頼主となるフランス軍の代表の前でようやく披露する機会が訪れます。飛行はせず、地上でのみ試験されたのですが、フランス軍の代表からは、こんな反応がありました。これはもう採用やろ。努力の結晶やで。なんと、こんな機体、やっぱりいらねえ、という態度を取られたそうです。もうむちゃくちゃやん。誤解がないように説明しておくと、正しくは、フランス軍側は、変わった外観と特に美しいデザインは高評価していたとされています。しかし、肝心の機体には、全く興味を示そうとしなかったそうです。なんでや、開発しろ言ったのはあんたらやん。理由はいくつかあるのですが、地上試験レベルで満足のいく性能が得られなかったらしく、その改良に追加の費用、時間がかかることが示されていました。ドイツ軍どころかフランス軍にも見放されたドランド G20 ちゃん。根本的な性能となると、もう仕方ない感じやな。また、当時外国製のヘリコプターで非常に完成された機体があったらしく、結果的に外国製のヘリを導入することが決定されたそうです。これを受けて、フランス軍からの資金提供が停止、開発は事実上中止となりました。この機体は、第二次世界大戦を乗り越えたものの、一度も飛行しないまま廃棄となったそうです。なんかもったいないな。せめて初飛行くらいやってもええ感じなのに。そこなんだけど、実はこの機体、無視できない欠陥があったのではないかとされています。欠陥か。確かに色々無理してそうな機体やからな。わかりやすい欠陥として、まず仕様として示された機体スペックが本当にクリアできるのかという問題です。そこか。これは、先ほども紹介したように、当時の技術力ではほぼ不可能だと判断されています。そして、ローターです。そういえば、機体にぶつかりそうなほど近いな。今のヘリでもここまで近いのはないで。実際のところ、問題視されていたのは上下2つの間隔です。それぞれのローターは、わずか65センチしか離れておらず、飛行中に接触し、墜落するリスクがあったと判断されています。そうなると、大幅な改装が必要やし、外国製のヘリでええかってなるな。さらにテストパイロットに志願するような人物がそもそもいなかったらしいとも言われています。また、運用面の問題。そっちもあるんか。実はこの機体、
フランス軍が運用していた大型巡洋潜水艦スルクフに搭載することを考えていました。あれ、潜水艦にヘリって乗るん？この潜水艦には浮きをつけた水蒸気を展開するため特別な格納庫が設けられており、そこにヘリを収め運用する計画でした。しかし、この潜水艦が1942年2月に沈没。当初の計画が大きく狂う事態になりました。でも、開発は続けられていたんやろ？その詳しい理由は不明なのですが、1945年にフランスが解放された時に開発も本格的に再開されていたそうです。ちなみにヒントになるかどうかわからないのですが、1945年に発行されたフランスの人気月刊科学誌にこのヘリが取り上げられ、そこにはドランド G20 の機種に大型の大砲を搭載し、砲撃で潜水艦を攻撃するというよくわからない構想が描かれていたとされています。完全にヘンテコ兵器扱いされとってくさ。開発が中止になったことを受けて、携わった2人はどうなったのか。ブレゲーでは、1945年にパイロット以外に乗員を2人乗せることができる、同じような二重反転式ローターを搭載したブレゲー G11E を開発していました。この機体開発に、レネ・ドランドとマルセル・ブイエームが参加したそうです。そうなんか。このような体制になったことで、ブレゲー G11E には、ドランド G20 で生まれた技術が一部取り入れられたそうです。その後、ブレゲー G11E の改良型となる G111 が完成。この機体は1951年6月に飛行試験が実施されます。よかったな、飛んだやん。しかしこの飛行試験でドランド G20 で問題が指摘されていた上下のローターが接触し破損する事故が発生。やらかしとるやん。奇跡的に負傷者は出なかったものの、機体の改良や将来の運用面で問題が相次ぎ、ブレゲーではこのトラブル以降、二重反転式ローターの開発は全て中止になったそうです。今回はここまで。では、次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。